中学校、高校、さらには大学と、人によっては10年近く、必死に英語を勉強してきたはずです。それなのに、なぜ私たちは英語が全く話せないのでしょうか。自分の頭が悪いから、努力が足りなかったから。そんな風に自分を責めていませんか。結論から言いましょう。あなたが英語を話せないのは、あなたの能力が低いからではありません。原因は、日本語と英語の相性が世界的に見ても壊滅的に最悪だから。そしてもう一つ、私たちが学校で学んできたあの文系というシステムに隠されたある大嘘にあります。今回は全日本人が抱く英語コンプレックスの正体と、日本の教育が頑なに隠し続ける英文法の闇について、歴史とビジネスの視点から解き明かしていきます。そもそも、なぜヨーロッパの人たちは2カ国語も3カ国語も簡単に話せるのでしょうか。理由は単純で、彼らの母国語と英語は最初から語順がほぼ同じイージーモードだからです。単語をそのまま入れ替えるだけでなんとなく通じてしまうんです。しかし、日本語と英語は真逆です。英語は主語の次にすぐ結論、つまり動詞が来ます。対する日本語は、最後まで話を聞かないと最も重要な情報である結論が分かりません。つまり、日本人が英語を話そうとするとき、脳の中では常に映像を無理やり逆再生しながら喋っているような真逆の処理が行われています。この時点で、私たちの脳にはとてつもない負荷がかかっているんです。さらに日本語には最強のツールである助詞があります。この助詞があるおかげで、日本語は、私は、明日、渋谷に行く。でも、明日、渋谷に、私は行く。でも、順番をめちゃくちゃにしても意味が通じてしまいます。語順に超ルーズで甘やかされて育った私たちの脳にとって、英語の位置が1ミリでもずれたら意味が変わるというガチガチのポジションルールに対応するのは、構造上、至難の業なのです。感覚だけでは絶対に英語を処理できない日本人。だからこそ、学校の授業であの語文系という数式の公式のようなものを習います。この単語は S で、これが V で、ここは修飾語、つまり M だから。私たちがやらされてきたのは、言葉のキャッチボールではなく、まるで数学の証明問題のような英文の解剖でした。でも誤解しないでほしいのですが、私はこの文系の教育自体が悪いものだとは全く思っていません。むしろ、語順が完全に真逆な言語を学ぶ日本人にとって、文系という公式に当てはめるアプローチは、言語の壁を越えるための最も理にかなった素晴らしい学習法なんです。明治時代、最先端の論文や教科書を一言一句間違えずに読み解き、超優秀な翻訳官を育てるために作られたこのリーディング特化型のシステムは、まさに日本人のための最強の設計図でした。しかし、ここからが今回の本題です。私たちが学生時代、赤点を恐れ、受験のために命がけで頭に叩き込んだあの素晴らしい設計図であるはずの語文系。実はこれ、世界の英語圏ではとっくに否定されている大嘘だということをご存知でしょうか。画面にある2つの英文を見てください。学校の英語のルールでは、場所を表す in ロンドンや on the table はただのおまけ、つまり修飾語の M として扱われます。そのため、1つ目の文は SV、2つ目の文は SVO の文系だと教えられます。ですが、よく考えてみてください。I am つまり、私は存在します。だけで会話が通じるでしょうか。He put the key、つまり、彼は鍵を置いた。だけで、どこにだよ、と思わない人がいるでしょうか。そう、この場所を表す言葉は、おまけなんかではなく、絶対に省略してはいけない心臓部なのです。そして実はこれ、場所だけではありません。The meeting is at 3pm つまり、会議は午後3時です。という文章から、おまけ扱いされている時間、つまり at 3pm を消したら、The meeting is、つまり、会議は存在します。という謎の文章になってしまいますよね。つまり、場所だろうが時間だろうが、それを消したら文章が崩壊するなら、それは絶対に省略できない必須パーツ、つまり A である、というのが英語の本当のルールなんです。現代の言語学、そして本国イギリスやアメリカのリアルな英語の世界では、語文系では無理があるとして、とっくに7文系が主流の常識になっています。では、なぜ日本の教科書は語文系を教え続けるのか。理由は呆れるほどシンプルです。
語文系の方が形が少なくて、日本の受験システムでテストの採点がしやすいから。ただそれだけです。本国では50年以上前にアップデートされた古い枠組みを、私たちは大人の都合で、今でも押し付けられ続けているのです。私たちが英語を話せないのは、日本語という超優秀な環境に脳が最適化されているからです。そして、文系という素晴らしい設計図を手にしたにもかかわらず、テストの採点のために、100年前の5つという枠組みに縛られ続けてしまったからです。だからもう、英語ができないと卑屈になる必要は一切ありません。私たちが必死に学んだ文系は、決して無駄なパズルではなく、英語という言語を乗りこなすための最強の武器です。あとはその武器に少しだけ現代の新しいルールを足してあげるだけ。国のためにエリート翻訳官を目指す時代はもうとっくに終わりました。これからは100年前のパズルを解くことではなく、あなたの言葉として世界に伝える番です。まずはその正解のない会話を楽しんでみませんか？今回の動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。あなたが学校の英語教育に感じた疑問も、ぜひコメント欄で教えてください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。